こんにちは、PT タイガーです。今回は運動学を基礎から学ぼうということで、まずは第1弾、股関節ですね。こちらについてお話をしていきます。股関節の基本的な運動、人体、そして筋肉について、すべて 3D のアニメーションで分かりやすく解説していきますので、これから股関節を学ぶ方も、一旦学んだけれども忘れてしまった方も、ぜひ最後まで見ていただければと思います。股関節は骨盤の骨である寛骨と大腿骨から構成されています。体幹と下肢をつなぐ関節で体重支持、推進力の伝達、そして骨盤制御、体幹の安定ですね。この3役を担っています。安定と可動の両方を担う荷重関節ということになります。関節の種類は球関節で多軸関節ですね。運動の方向は屈曲、伸展、内転、外転、内旋、外旋です。ここら辺は後ほど詳細を解説していきます。股関節と対比される関節は肩関節ですね。肩関節というのは荷重関節で、上肢でですね、物品操作をするために股関節よりも大きな可動性を持つ関節と言われています。なので、荷重関節である安定性が優位な股関節と牽引される関節で可動性が優位な肩関節ということになります。ここから運動についてですね、基本的な関節の動きというのはよく蝶番に例えられますね。で、これを股関節に置き換えると、このようなイメージで大腿骨をドアに例えて、関節軸を蝶番に例えています。このような感じでドアの開閉が関節の動きになります。ドアを開くと股関節が外旋、閉じると内旋みたいな、このような例えのイメージを持っておくと分かりやすいのかなというふうに思います。なので、いろんな関節ありますけれども、どこにどのような軸があるのかというのをしっかりと捉えておくことが大事なのかなというふうに思っています。そしてここから各軸に対する運動ですね。まず四条面ですね。四条面というのは、このように体を左右に分ける面です。そしてそこに面に対する垂直な軸が通ります。これが回転中心になりますね。そして、大体が前方に動く動きを屈曲、後方に動く動きを伸展というふうに言います。これが四条面の運動です。続いて前額面の運動。これは身体を前後に分ける面ですね。そこに垂直な軸が通ります。そして大腿が体の中心から離れるのを外転。体の中心に近づく運動を内転というふうに言います。これが前額面の運動です。最後は水平面の運動。これは体を上下に分ける面ですね。そこに同じように垂直に通る軸があります。そして長軸を中心に後方へ回転する動きを外旋、そして前方に回旋する動きを内旋というふうに言います。これが水平面の動きになります。股関節の動きというのは今のように3つの面上で動く6つの動きですね。これが基本的な動きになります。続いて関節を包んでいる関節包になりますね。関節包というのは膜状の構造物で関節を安定化させるためにすごく大事な組織になっています。でこの組織の特徴というのはその繊維の走行からですね、このように伸展で全体が緊張します。そして屈曲すると全体が緩む構造になっています。これはすごく一つ大事なところですね。伸展で緊張して、屈曲で緩むというのが股関節の関節包全体の話になっています。そして、この関節包、これを補強するのが関節包靭帯と呼ばれる3つの靭帯になります。で、この3つの靭帯の前にですね、まず寛骨というのは3つの骨から成り立っています。
腸骨、恥骨、座骨ですね。で、この3つの骨にそれぞれ大腿骨から付着している。それが名称になっています。3つの靭帯があって、1つ目が腸骨大腿靭帯ですね。腸骨大腿靭帯というのは下部線維と上部線維に分かれています。これが腸骨大腿靭帯の上部線維。これが恥骨大腿靭帯になりますね。そして後面に行くと、これが座骨大腿靭帯になります。続いてこれらの3つの靭帯ですね、がどの C で緊張、そして弛緩するのかというのを見ていきましょう。まず腸骨大腿靭帯の上部線維ですね。寛骨臼から天使管線に付着している靭帯になります。まずは伸展で緊張、屈曲で弛緩ですね。そして外転で弛緩して内転で緊張します。外旋で緊張して内旋で弛緩する。こういったパターンで緊張の度合いが変わる靭帯になっています。続いて腸骨大腿靭帯の下部線維ですね。こちらの動きも見ていきましょう。付着に関してはですね、先ほどよりも広い面積で下前腸骨極から天使管線に広く付着している靭帯になります。伸展で緊張、屈曲で弛緩ですね。そして外転では下の方が緊張して内転では上方、上の方が緊張するので、内転でも外転でも緊張する靭帯になります。外旋で緊張して内旋で緩むというような、こういったパターンを持つ靭帯になります。そして恥骨大腿靭帯ですね。こちらは恥骨上肢から小天使付近に付着しています。伸展で緊張、屈曲で弛緩。外転で緊張して内転で緩みます。そして外旋で緊張して内旋で緩む。こういったパターンを持っています。最後は座骨大腿靭帯ですね。寛骨臼の下後方から大天使に向かって付着しています。伸展で緊張して屈曲で弛緩。そして外転で緊張して内転で弛緩します。外旋で弛緩して内旋で緊張するというような、こういったパターンですね。以上3つの股関節の関節法を補強して安定化を図る靭帯です。関節法のパターンと同じように、すべての靭帯で屈曲で弛緩して、伸展で緊張するというパターンがあります。そしてそれ以外はですね、それぞれの靭帯の走行をしっかりと理解しておくこと。これが非常に大事で、この走行さえ理解しておけばですね、可動域制限や臨床でですね、どこを動かせばいいのか、そういったところに生かすことができますので、この靭帯の走行ですね、これを意識して覚えていただければと思います。そして続いてここからは筋肉ですね。それぞれの筋の起死、停止、そして主な作用、その筋の特色などについて説明していきます。まずは大腰筋ですね。大腰筋はこちらに書いてあるように、戦争と深層に分かれます。で、戦争は起死が第12胸椎と第1から4の腰椎の椎体の側面、そして椎間板の側面に付着しています。深層は1から5腰椎の肋骨突起になりますね。低支部は小天使になります。このような筋の走行をしています。そして作用ですけれども、主な作用は股関節の屈曲ですね。で、先ほど深層と戦層に分かれるという話をしましたけれども、深層筋、これが股関節屈曲をさせる動きでより強く活動するというふうに言われています。そして下肢が固定された場合にはですね、腰椎の前腕が起こるわけですけれども、
こちらは旋走筋ですね。旋走の筋肉が主に強く活動するというふうに言われています。これが大腰筋ですね。続いては腸骨筋です。腸骨筋は起死が腸骨下、そして停止が小天使になります。このような筋の走行をしていて、主な作用は股関節の屈曲、そして遠位部が固定された場合は腸骨の前傾が主な作用になります。そして大腰筋と腸骨筋の違いですね。ここも非常に重要なポイントになります。腸腰筋としてですね、まとめて呼ばれることも多いこの2つの筋肉ですけれども、明確に作用に差があるので、そこを理解しておきましょう。まず、股関節の屈曲に対してはですね、共同した作用を持ちます。股関節の屈曲には、共同した作用を持ちますが、大腿骨が固定された状態で、各筋肉が働いた場合、大腰筋というのは腰椎の前腕作用を持ちます。で、それに伴ってですね、仙骨がニューテーションと呼びますが、前傾の動きをします。で、一方で腸骨筋、これは腸骨が前傾します。そうすると、仙骨に対してはですね、仙骨自体は相対的に後傾することになりますので、股関節に対しては共同した作用なんですけれども、仙腸関節に関しては拮抗した作用を持つということになります。このような形ですね。で、これは下位三頭筋も同じようなイメージになります。足関節に関しては低屈という共同作用を持ちますけれども、脛骨に対しては腓腹筋は大腿骨後方に引くので、相対的に脛骨は前方に動きます。で、ヒラメ筋は脛骨を後方に引くという形なので、一見ですね、共同作用だけで考えられている筋肉でも、別の部位から見ると拮抗した作用を持つということになりますので、こういったところもですね、一つポイントとして覚えておいていただくといいのかなと思います。ここからは臀筋群についてですね。まずは大臀筋。大臀筋のポイントは上部線維と下部線維に分けられているというところになります。起死は仙骨後面の側方、腸骨の後面、そして胸腰筋膜、線結節靭帯などからですね、幅広く始まっていて、低支部は上部線維が長径靭帯にそのまま移行して、下部線維は臀筋素面という部位につくことになります。主な作用は伸展作用ですね。そして上部線維、回転中心の上の方は外転作用を持ちます。そして回転中心の下の方、下方線に関しては内転作用を持つというような形になります。そして全体としてはですね、水平面上の作用、外旋作用を持つという筋肉になります。続いては中殿筋ですね。中殿筋の起死は腸骨の殿筋面、前殿筋線と後殿筋線の間から始まって、低支部は大腿骨の大天使の外側面になります。主な作用ですけれども、股関節の外転ですね、の主導先になります。そして後部線維は伸展外旋、前部線維は屈曲内旋といった作用を持ちます。そしてここ大事ですね。中殿筋が弱くなると反対側の骨盤が下がります。これトレンデレンブルグ兆候と言いますけれども、立脚期の時にですね、反対側の骨盤を安定させることができなくなります。なので中殿筋のもう一つ大事な作用としてはですね、この立脚期で骨盤を水平に保つ作用があるということをしっかりと覚えておきましょう。最後は小殿筋ですね。小殿筋の重要なポイントは関節包と連結しているということになります。小殿筋が適切に動くことで関節包を引っ張り上げるような作用があるので、股関節の運動時のですね、インピンジメントを予防する働きがあるというふうにも言われています。このような
ところですね。空間は組成結合組織で埋められています。基質が腸骨の殿筋面。中殿筋の基質の下の方ですね。中殿筋がより浅い部分。そして小殿筋は深層に位置しています。そして底枝は大腿骨の大天枝、全外側面になっています。中殿筋よりはやや前方に付着しているというような形になります。主な作用は中殿筋と基本的には一緒になります。外転、そして後部繊維は伸展外旋、前部繊維が屈曲内旋ですね。中殿筋に対して、小殿筋はインナーマッスル的な働きをするというような、そんなイメージになります。ここからは内転筋群ですね。4つの内転筋を紹介します。まずは大内転筋ですね。大内転筋のポイントは3つの部位に分けられていて、それぞれ作用が異なるということになります。まずはこちらの前筋位部ですね。ここの場所になります。でここは主に内転の作用を持ちます。で基質が恥骨で底枝が祖先の上になりますね。そしてこちらですね。ここが前遠位部というところで、作用は内転作用と伸展作用の両方を持つ部位になります。基質が恥骨で底枝が祖先の中間から下部になります。そしてここですね、最後後部、後ろの部分ですけれども、これは主に伸展作用を持ちます。で、基質が座骨で底枝が内転筋結節という部位になります。で、大内転筋は全体として捉えると内転筋というふうに名称はついてますけれども、伸展の作用の方が強いというふうに言われて、そういった形で3つの部位に分けられているというようなのがですね、大内転筋になります。で、作用自体は、繰り返しになりますけれども、内転、これが前筋位部、そして伸展、これが主に後部になります。全体として外旋作用も持つというふうに言われています。続いては腸内転筋ですね。基質が恥骨の上肢と恥骨結合、そこから始まって大腿骨の祖先につきます。このような筋の走行をしています。主な作用は内転ですけれども、屈曲の70度まではですね、屈曲作用で、80度以上になると伸展作用を持つ筋肉になります。ここちょっと詳しく解説しますね。この現象を筋作用の逆転というふうに言います。で、どういう原理で起こるかというとですね、回転中心と筋の低脂肪を結ぶ線に対する筋のベクトルの方向が変わるときにこういった現象が起こります。ただこれ言葉だけだとかなり分かりにくいので動画で見てみましょう。これが回転中心と低脂部を結ぶ線ですね。でこれに対して筋の走行というのは全上方に向いています。このベクトルの方向であればですね、股関節の屈筋の作用を持つことになります。そしてここですね、この股関節の屈曲の70度近くになると、回転中心と低脂肪を結ぶ線と筋の走行ですね、ベクトル、はい、これが同じ向きになります。でこの位置では屈伸作用はなくなるわけですね。純粋な内転作用しか持たなくなるわけです。でこれが80度を超えると、この回転中心と低脂肪を結ぶ線に対して筋の走行が、今度は後方の方ですね、後上方の方に、軸に対してですね、後上方の方に向かうようになっています。でこの筋の走行がこの筋のベクトルが働けばですね、伸展作用に働くということになります。屈曲70度までが屈曲作用、そして屈曲80度以上は伸展作用というのが
起こるというのが腸内転筋になります。これを筋作用の逆転というふうに言ったりもしますので覚えておきましょう。他にも梨状筋や、多くの筋肉でですね、股関節周囲の多くの筋肉でこういった現象は起こっているということが言われています。続いて恥骨筋ですね。騎士は恥骨節で、停止が恥骨筋線と祖先の筋位部になります。大腿骨のかなり筋位部に付着する形の形状をしています。筋の走行はこのような形ですね。主な作用は内転作用、そして水平面の外旋作用を持つというふうに言われています。そして内転筋の最後は単内転筋、恥骨下肢から祖先につきます。主な作用ですけれども、これも内転ですね。そしてこれは腸内転筋と作用同じになります。屈曲70度までが、屈曲作用、そして、80度以上になると伸展作用を持つということになります。ここからがですね、深層外旋筋になるんですけれども、まずはこの外閉鎖筋ですね。こちらはですね、解剖学的には内転筋群に属することがあります。で、これはもちろんですね、作用が内転作用を持つというところもそうなんですけれども、他の外旋筋群と違ってですね、神経支配が閉鎖神経ということで、今まで話した内転筋群と同じになります。なのでちょっと他の外旋筋群とは神経支配が違うという部分を覚えておくといいかなと思います。で、騎士は閉鎖膜と閉鎖孔の外周とその外側面ですね。停止が天使下になります。このような筋の走行をしています。そして主な作用は内転ですね。そして、もちろん外旋作用を持つんですけれども、この右上のピンクの部分を見ていただくとですね、この外閉鎖筋というのは回転中心のすぐ近くを走行しています。なので筋のベクトルとしてはですね、方向は外旋作用を持つんですけれども、モーメントアームがかなり短い筋肉なので、外旋作用としては弱い作用になります。ただしですね、屈曲角度が増えると、このように回転中心からの距離が長くなるので外旋作用が強まるというふうに言われています。ここら辺はですね、この後話す梨状筋と比較してちょっと詳しく話をしていきます。そして梨状筋ですね。代表的な外旋筋になります。騎士が仙骨の前面外側、そして停止が大天使の先端になります。このような筋の走行をしています。でこちらも主な作用はもちろん外旋なんですけれども、前額面の作用は外転ですね。ここのポイントとしては屈曲が90度程度で外旋作用が内旋に切り替わるということで、腸内転筋のところでもお話をした筋作用の逆転が起こるというのがこの梨状筋の特徴になります。ではですね、この梨状筋と外閉鎖筋の筋の作用を比較してみましょう。まずは股関節の屈伸0度でのですね、外旋モーメントですね。これは下のピンクの図を見ていただくと分かる通り、梨状筋というのはですね、回転中心から距離がかなりありますので、右側の外閉鎖筋と比べて、より強い外旋作用を用います。そしてですね、屈曲角度が増した場合どうなるのかというところなんですけれども、この、右下のグラフにもあるようにですね、梨状筋というのは筋作用が逆転して内旋筋に切り替わります。で反対に外閉鎖筋は外旋作用が強まります。こんな形ですね。なので例えば代表的な外旋エクササイズのクラムシェルエクササイズなんかではですね、
股関節の屈曲角度を変えて行うことで、これらの筋を選択的に鍛えることができるということも言えるのかなというふうに思います。続いて内閉鎖筋ですね。内閉鎖筋の基支は閉鎖膜と閉鎖口外周の内側面、ということになります。停止が大腿骨の天使下ですね。このような筋の走行をたどっています。そしてですね、内閉鎖筋というのはすぐ上にこのように上走子筋、そして下に下走子筋が走行しています。そして、この3つの筋は共同腱を形成して、大腿骨の天使下に付着します。で基本的に3つの筋というのは同じ作用を持っていてですね、3つの筋を合わせてトライセプスコクサエと英語で言ったりもします。で、主な作用に関しては外旋作用ですね。そして全学面は内転の作用になります。この内転作用も屈曲角度が90度を超えてくると外転作用に切り替わるというふうにも言われています。至上面の作用として伸展作用も持っています。外旋筋の最後ですね。これは大腿方形筋になります。座骨結節の外側から天使管領につく筋肉ですね。このような筋の走行をしていて、主な作用は外旋、そして内転作用も持っています。ここまでがですね、筋肉の話になります。ということでですね、ここまで股関節の基本的な運動、そして関節法人体、筋肉の作用について解説をしてきました。基本的には教科書に掲載されている内容になっているんですけれども、3D のアニメーションを使うことでですね、より立体的にイメージできるようになったかなというふうに思います。自分の理解がまだ十分じゃない部分に関してはですね、その筋肉に関して繰り返し見ていただくと、よりイメージが湧くかなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。